夢日記。サイコパス女子高生。スプラッターな夢を見た。渋谷とか新宿のような繁華街を歩いていると、痛い痛いという声が聞こえてきた。その方向を見てみると、花壇の縁に腰をかけて膝を押さえている女子高生が目に入った。その子の膝からは血が流れていて、どうも横一文字に切れているようだった。どういうこと？通り魔？と動揺しつつ、早く救急車を呼ばねばと思ったけれど、いくら探しても携帯電話が見つからなくて、走行してるうちに30代ぐらいのサラリーマンが女子高生に肩を貸してどこかに連れて行こうとしていたので、他の人が対応してくれるなら大丈夫かなと思って立ち去ろうとしたのに、なぜか自分の体は自分の意思とは関係なく、その2人の後をついていってしまった。2人の後を追いかけて普通の商業ビルの角を曲がった途端、場面が突然変わって、どこにでもありそうな住宅街のどこにでもありそうな住宅の庭になっていた。そこには中肉中背の50代ぐらいの普通の中年男性と20代前半の細身のサイコパスっぽい喋り方をする男と、先ほどの女子高生が立っていて、首をうなだれてひざまずいている先ほどのサラリーマンを見下ろしていた。中年男性は女子高生によくやったねと褒められて上機嫌な顔をしていた。すると次の瞬間、何のきっかけがあったのかはわからないが、一瞬で3人はサラリーマンの四肢を切断し、首を切り落とし、腹を裂いて臓物を出して解体してしまった。そしてなぜか三つ股のチューブをサラリーマンの膝と心臓を小さく切ってねじり込み、残りのチューブの先を生首の食道に突っ込んで口から出した。そして3人はチューブの先から出てくる空気をクンクンと嗅いで恍惚の顔をして喜び合っていた。するとここでこの意味不明な状況を補完するように回想シーンが頭に流れ込んできた。どうもこの3人は人が死ぬ時に魂がどこから出てくるのかを知るためにこのようなことを繰り返し、今まで何人も殺めてきているらしかった。3人は用済みとなったサラリーマンを引きずり、裏庭にあるガレージに入ると、中には今までに解体された死体が山のように積み上がっていて、サラリーマンの遺体もその上に投げ放たれた。夢の中なので匂いはしなかったが、もし現実なら凄まじい匂いなはずだった。3人はそこにあった机を囲んで会議をし始めて、よく見るとガレージの隅に棒立ちで瞬きすらしない女性が立っていた。自分はなんとなく直感的にあの女子高生の母親だと感じて、この場所も都内にある女子高生の自宅で、この事件の首謀者があの女子高生だと悟った瞬間に、映画のようにカメラがどんどん空に上がっていって、ガレージから家から住宅街、住宅街からその街というように引きの絵になっていった。そしてその街の前景が映されたまま映画さながらにタイトル名が出てきた。ちなみにタイトル名は忘れちゃいました。それから場面はまた戻って3人がガレージから出てくるところだった。自分も一緒にガレージから出たけれど、あのお母さんを助けなきゃと思ってまたあの倉庫に戻ることにした。中へ入ると、先ほどまで瞬きすらしなかったお母さんは普通に動いていて、先ほどのサラリーマンのスーツから財布を抜いてお札を数えているところだった。お母さんは自分の姿を見て驚いて、ごめんなさいごめんなさい許してください許してくださいと連呼していた。自分は、いやそんなんじゃないですから、早く警察に連絡しましょう。あの人たちから何を言われてるのか知りませんけど、絶対に保護してもらえますから、あんまり大きな声出さないでください。と落ち着かせようとしたが、どこかへ行ったはずの3人が、いつの間にか戻ってきていて、女子高生が、お母さんもやっちゃおうか、と気だるそうに言った。この時点でやっと、自分はこの3人に認識されていないことに気がついて、最悪、こいつらの頭を鈍器で殴ってでも止めてやろう、と思ったけれど、どうも自分はこの世界に干渉することができないらしく、何をすることもできなかった。そして、女子高生が、なんか毎日暇なんだよね、
とだるそうに言っているところで目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。